こんにちは、あずさです。今回は2022年9月30日時点での私が運用している米国個別株の投資結果を公開していきます。このチャンネルでは主に2020年1月から米国株投資を始めた私の投資結果やそこから学んだことなどを公開しています。自分なりに試行錯誤しながら米国個別株にも投資をしていますので、そんなポートフォリオが今後どうなっていくのかご興味を持っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。ということで今回は米国個別株の投資結果なんですが、私は今 ETF を含め米国の個別株を全部で30銘柄保有しています。投資を始めて約2年9ヶ月くらいになるんですが、配当を出してくれるものだったり値上がり益狙いのものだったりセクターもいろいろなところに分散をして、それぞれを観察しながら自分の投資スタイルを模索している最中です。この2022年9月はまた米国株が全体的に大きく下落をし、私の保有している米国個別株も大きく変化をしました。なのでいつにも増して今後どんな方針で投資をしていこうかなと自分の投資スタイルを考える期間でもあったので、そちらもお話ししていこうと思っています。この下落で皆さんはどんなことを考えていましたか？もしよかったらコメント欄で教えてください。それでは早速公開をしていきます。ということで、ここからはいつも通りのスライドでお送りさせていただきます。どうでしたかね？初の顔より下を映してみたんですが、そちらの感想もお待ちしております。では今回はこのような流れでそれぞれの米国個別株の投資結果を公開していこうと思います。1、配当金を出してくれる米国個別株。2、1の米国個別株からいただいた9月の配当金。3、米国株を牽引する GAFAM の中で私が保有している Apple と Microsoft、そして GAFAM に匹敵するほどの高い注目度を誇るテスラと NVIDIA。4、1、2、3以外のマイナスになっている米国個別株。それではまず配当金を出してくれる米国個別株の投資結果から公開していきます。私が保有する米国個別株の中で配当金を出してくれる銘柄はこちらの20銘柄になるんですが、ここでは Apple や Microsoft、NVIDIA、SOXL、TECL を除いた銘柄の投資結果をまず公開していきます。配当金目的で保有している銘柄の2022年上半期にいただいた配当金をまとめた動画も以前に公開していますので、ぜひそちらもご覧ください。概要欄に URL を貼っています。それではまず AT&T ですね。こちらはメディア事業をスピンオフして2022年4月に AT&T1 株に対してワーナーブラザーズディスカバリーの株を 0.241917 株付与されたので一緒に表示しています。購入していた頃のドル円は平均約110円くらいだったのでそちらで計算をしていて、大体なんですが今マイナス 19% くらいになっています。続いて JP モルガンです。こちらは銀行株で 7.69% のマイナスです。そして続いて QYLD がマイナス 3.96% です。ここは9月にも少し買い増しをして株数を増やしました。続いてウォルマートはプラスの 12.99% となっています。そしてマクドナルドはプラス 16.85% です。こちらは円安が進み、円で見るとプラスですが、株価自体はマイナスになっています。続いてスターバックスはプラス 22.52% となっています。続いてビザがプラス 24.69%。ここは2020年の暴落時に購入しましたが、株価は平均取得価格より下がったりもしています。やはりインフレでクレジットカードを使う金額も減っているんですかね。円安のおかげでプラスになっている状況です。そして続いて HDV が 38.57% プラスです。ここは2株しか保有していなくて、あまり入ってくる配当金にインパクトはなく ETF なので手数料が毎日かかっていることも考えると売却も検討しようかなと思っています。そして続いてタバコ株のアルトリアはプラス 42.87% です。こちらは株価下落中でまた高配当になってきています。そしてマスターカードはプラス 47.01% です。一株がかなり高額になってきていて、なかなか買い増せない金額です。そしてコカ・コーラはプラス 64.71% です。コカ・コーラも最近株価下落中ですね。そして SPYD がプラス 66.46% です。
続いて石油銘柄のシェルはプラス 126.10% になっています。シェルも9月は株価が下がりましたが、2020年の原油価格が暴落した時に購入していたので、それでもかなりプラスになっています。原油価格暴落時、シェルは大きく減配をしていました。そしてヘルメリッチ&ペインという石油の掘削請負業務をする会社は 170.41% です。こちらも石油関連で原油価格暴落時に購入したので大きくプラスになっています。こちらもシェルと同様、原油価格暴落時は大きく減配となりました。そして配当金を出している銘柄、最後はエクソンモービルです。エクソンモービルも9月は株価が下がったもののプラス 201.29% となっています。こちらは原油価格暴落時も増配をしました。でも配当成功はとても高くなっています。ということでここまでは配当金を出してくれる米国個別株の投資結果を公開しました。番外編として2020年の暴落で無敗になってしまった銘柄のデルタ航空はプラス 43.69% となっています。ここ最近になって株価が大きく下落してきています。そしてここで9月にいただいた配当金を公開していきます。9月は配当金を出してくれる会社がとても多く、全部で10銘柄から配当金をいただきました。それがこちらになります。QILD からはズレが生じたのか、2ヶ月分の配当金が9月に入りました。すべて合わせるとドル円144円で計算して日本円で約 32,230 円の配当金を9月はいただきました。それでは続いて、米国株を牽引する GAFAM の中で私が保有している Apple と Microsoft、そして GAFAM に匹敵するほどの高い注目度を誇るテスラと NVIDIA の投資結果を公開していきます。まずは NVIDIA です。NVIDIA はマイナス 25.55% となっています。買いましょうかなと思いつつ、大きく下落してから購入はできていません。そしてテスラはプラス 46.03% となっています。テスラは2020年12月から保有しているんですが、少しずつマイナスの幅が小さくなってきている気がします。そしてマイクロソフトはプラス 58.83% となっています。そしてこちらの最後は Apple でプラス 89.60% となっています。円安の影響もありますが、これだけ時価総額がすでに大きい銘柄でもしっかり上昇しています。ということで、米国株を牽引する GAFAM の中で私が保有している Apple と Microsoft、そして GAFAM に匹敵するほどの高い注目度を誇るテスラと NVIDIA の投資結果でした。そして最後に今まで公開した銘柄以外のマイナスになっている米国個別株の投資結果です。どんなことでも失敗はつきものだと思うので、そこから成長につなげようと前向きには捉えていますが、本当に大きく下落している銘柄もあり、そういうのをじっくり見てしまうと、やっぱり結構ショックは大きいです。ここではマイナスの大きい順に公開していきます。まずはビヨンドミートです。マイナス 85.06%。しかも一括で大きく資金を入れてしまったので、マイナスの金額も大きく約78万円のマイナスになっています。こういう銘柄は全体の株価が上がっている時でもあんまりもう株価は上がらないです。今は損益通算のために損切りをしようかなと考えています。そして次がバージンギャラクティックです。マイナス 76.26% でマイナス33万8067円。宇宙関連株ですね。そして続いて SOXL がマイナス 72.86% です。ブル3倍なのでマイナスになると大きくマイナスになり、そしてなかなか回復しません。レバレッジの銘柄は短期でプラスになったらすぐ売るべきだなと学びました。そしてこちらは ETF なのでマイナスになっていても毎日手数料がかかっていて経費率も高いのでマイナスになっている個別株よりも先に売却を考えています。そして次がマルケタです。こちらはマイナス 64.68% となっています。続いてウーバーテクノロジーズですね。こちらはマイナス 26.99% となっています。マイナスは大きいですが、決算とかは良くなってきているようなので、ここはまだ観察していようと考えています。続いてウォルト・ディズニーです。こちらは誤って一般口座で1株だけ買ってしまったので2つ表示しているんですが、どちらも合わせてマイナス 23.07% となっています。ここはウォルト・ディズニーがディズニープラスですごく評価されて株価がすごく上がった頃に買ってしまい、今は下落中です。
そして続いて Airbnb ですね。こちらはマイナス 4.4% となっています。ここは少し期待している銘柄です。そして30銘柄目、最後がクラウドストライクです。こちらはマイナス 1.3% となっています。ということで、トータルリターンはこのようになっています。9月は全体的に本当に大きく下落をした月となりました。下がったらいい銘柄を買おうと思ってはみても、今までの失敗からなかなか強気に買うことはできませんでした。ただ、経験を積み重ねてきて、少しずつ下落した時に自分はどんな感情になるのかなどを含め、自分の投資スタイルが確立しつつあるような気もしています。自信過剰にならずにリスクもしっかり考えて、これからも投資をしていこうと思っています。ここまでご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。それでは。